自分たちが完全天日塩にこだわる理由はこれで、素材とか料理方法に合わせて塩の味とか形、大きさをコントロールすることができるんですね。太陽光が 99% 以上透過するっていう特殊なフィルムを貼ってます。熱っでもすごいストレスフリーっすね。もうなんか空気が、そう潮風がやっぱりとてもこう体にいいので、はい、でここら辺は本当に釣りスポットでもあって、魚とか生態系がすごい豊かなんですよ。へえ。すぐそこに安田川が流れてまして、はい、でダムがない清流で鮎の品評会で日本一を取ってるんですね。へえ。その川が海に流れ込むことでこうミネラル豊かな山のミネラルが入った地味深い海水なんです。へえ。塩は海水から作るもの。そうです。もう海水 100% です。はい。原材料はタダです。じゃあシランさんのその原材料はこの海の海水。そうです。で、まあ満潮時に汲むのがベストで、はい、ちょっとこう生態系の活動が活発になるんですよね、満月の時って。ほうほうほう。で、プランクトンとか、まあ、珪藻類とかがよくこう出る時に塩を汲むことで、それが味になるって考えてるんです。へえ。はい、なんでこの場所なんですか？自分たちもその土地探しでやっぱりいろいろ見てきたんですね。はい、高知はもう西から東まで、徳島、瀬戸内海、まあ、九州、はい、山口県とか千葉県全域見たんですけど、特徴っていうのがまあ、岩礁地帯であったり、その海からの距離であったり、日照量とか、あと土地の面積とか、あと民家が少ないとか、はい、生活排水、公衆排水が少ないっていうちょっと条件を自分たちはいろいろ厳しく見たところで、まあ、全国見たんですが、なかなか見つからなくて、で結局修行地であるその高知県に戻ってきちゃったって感じですね。師匠もじゃあ高知のその田野谷円次郎っていう伺っているんですけど、そうですね、東京出身で、はい、高知の西部の方で修行して、でやっぱりずっと土地を西から探していって、はい、田野町で、はい、創業したっていう感じなんですが。田野町はここではないんですか？田野町は隣です。隣なんですね。一つ隣の町で、その一つ隣でお弟子さんとして今塩を作られてる。はい、その塩作りは例えばですよ、北海道とかそういう地域でダメなんですか？この高知がやっぱこの辺がいいんです？西がいいんですか？それ自分たちの作り方っていうのは完全天日塩っていう作り方で、はい、もう完全にその自然エネルギーだけ、太陽光の力だけで塩水を蒸発させて塩を作るっていう作り方なので、はい、やっぱりその日照量がまずないといけないのと、はい、気温が高い地域じゃないといけないのっていうので、やっぱり、まあ、日本で言えば西部の方ですかね。南というか、西日本の方がいい。そうですね。日差しがもう今真夏ですけど、なんかちょっとなんだろう、じりじりっていうか強い感じがします。そうなんですよ。もう全然日差しの質が違うというので、まあ、紫外線とかその赤外線とかいろいろなこう太陽光が塩作りには必要で、いろいろなそうですね、条件を備えているのはここというところがありますね。日差しとか、まあ、いろんなことをおっしゃってたじゃないですか。はい、他にもあるんですか？そうですね。やっぱり自分たちが一番重要視しているのが川なんですよね。高知は日本でも山林率が一番高くて、つまり山林が多い。多いですね。日本で一番多いので、川が至る所に流れてるんですよね。はいはい、有名なのが四万十川とか仁淀川とか、はい、清流が流れてるんです。はい、でこの土地も清流の安田川っていうのが流れていて、あちらには流れてる。そうですね、はい、あちらにあるんですけど、はい、その川がですね、山のミネラルを運んでくるんですね。でその、川の水が流れ込む海域っていうのはすごい栄養が高くなるんですね。はい、でその海水を使って塩作りをすると、すごい地味深いというか
味わい深い塩になるのが特徴ですじゃあ塩作りのいい塩を作るんだったら小坂さんの考えで言うとやっぱその川があるいいミネラルがその海にこう垂れ流されていくっていうのは結構条件としては大事。ね。自分たちとしてはそれがその高知の塩の特徴だと思っていて、日本全国どこでもいい塩は作れるんですけど、はい、高知の特徴というのはやっぱ川の水がきれいで、その川のその深い味わいっていうのがそうですね特徴になる。やっぱキーワードはミネラルっていうのはキーワードですか？ミネラルがそもそも海水っていうのがその90種類以上、地球上のあらゆるミネラルが含まれているんですよね。ほう。でそのミネラルっていうのは人間の血液とか体液とほぼほぼミネラルバランスが一緒なんですよ。なので自分たちはその海水のバランスをなるべく崩さないように塩にするっていうのが自分たちの理想で、それをするには自分たちは完全天日塩っていう作り方が最も自分たちに合っていた。なるほど。じゃあちょっとぜひ現場を見させてください。そうですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずその、はい、ぜひ。完全天日塩のそのまあ基本的な理論なんですけど、理論、はい、これが海水の蒸発させていく過程なんですね。はい、でこっちが横軸が塩分濃度ですね。はい、で縦軸がそのミネラルの出てくる量ですね。で最初にこう 3.4% ぐらいの塩分濃度で海水っていうのはこう蒸発を始めます。はい、でどんどん蒸発させていくにつれてまず最初に出てくるのがカルシウムなんですね。でそれぞれミネラルって味があるんです。はい、でカルシウムが甘みになります。はい、でどんどん蒸発させていくとまずこうカルシウムがどんどん出てきまして、はい、で 25% ぐらいまで濃縮すると初めてこうナトリウム、塩味を感じるところですね。皆さんがよく味わってらっしゃるその塩味のところが出てきます。はい、でさらにこう濃縮していくとマグネシウム苦味とカリウム酸味です。これが少しずつ出てくるんですね。へー。でこのミネラルのこうどこの塩分濃度で塩を取るかで味が変わるっていうのが基本的な理屈になります。でこのよく皆さんが口にしてる岩塩ですね。まあ日本ではこう高級なイメージがあるんですけども、この岩塩っていうのは先ほどのこのグラフであったように今度はですねこれが地層になっていくんですね、ミネラルの。で最初にカルシウムの地層になります。はい、でその上に堆積してナトリウム、はい、マグネシウムとかカリウムがこう堆積していくんですね。はい、でこのナトリウムの地層を削って製品化するのが岩塩なんですね。なるほど。なのでとてもこうナトリウム純度は高い、はいはい、塩味が強いのが特徴になります。はい、なのでまあお肉とか魚でこうちょっとこう塩味を効かせたいなっていう時にはすごい適している塩になるんですね。大きく塩の種類としてあるのがこの海塩と外塩と湖の湖塩っていうのと、そっか。でそれでそうですねまあ世界中の塩のほとんどが岩塩を使っていて。そうなんですか。そうなんですよ。で海塩っていうのは結構少ないんですね。へえ、で日本はもう岩塩は取れない地域なのでもう昔から海の塩海塩しか日本人っていうのははい、使ってなかったんですね。はい、でまあ塩の専売制度っていうのがこう始まって、で長くこう国しか塩って作れなかったんですよね。でまあ1997年か7年にその制度が廃止されて、で昔ながらの自然塩の復興が始まって、でまあその延長線上にこの完全天日塩っていうのも進化してきたというか。もともと何されてたキャリアでいうと。そうですね、もともと埼玉県の「クレヨンしんちゃん」で有名な春日部の市役所の公務員でした、2人とも。でその時に自分の方がテレビで師匠である田野谷円次郎を見て、でちょっとピンときたものがあって、でもともとずっと組織にはいられないなと思ってたんですよ、自分の性格的に。なので、ちょっと見に行こうと思って見させてもらって、で地方でもこれだけこうイノベーションを起こせるすごいこう奥深いものだし、情熱があれば何でもできるんだなっていうのをその肌で感じて、で妻にその当時付き合ってた妻に話したら、もう自分もやる。でちょっともう
逆にこう押される感じで奥さんが結構そこでどの道どうしても師匠が2人じゃないと受け入れないよっていうお話だったんですよ。っていうのも、塩作りが大変で1人では面倒見きれない、もう1年間365日面倒見るので、そうすると2人1組じゃないとそもそも受け入れないよって話を聞いたので、じゃあ私が行くしかないなと思って、肝ったますねいやもうそれでもうやめるっていうことで。で、今その塩要は一気にキャリアチェンジされて塩作りの世界に入ってからでいうとどれぐらい経つんですか？今ちょうど5年目になったところですかね。修行自体はどれぐらいされたんですか？3年です。3年、もうそれはなんかやっぱあるんですか、その師匠の3年だみたいな。あります。へえ。3年やらないと屋号ももらえないし弟子にはなれないんですよ。これが塩の標本です。そうなんですよ。初めて聞きました。塩の標本で、自分たちが完全天日にこだわる理由がこれで、塩の味とか形、大きさをコントロールすることができるんですね。まだこう世の中に広まってない技術ではあるんですけど、実は塩ってこれだけのことができる。でこの色がついてるのは素材を入れ込んでるんですよ。ほう。いろいろな素材を出汁を取ったりこう再結晶させて塩の中に入れたりして色がついてるんですね。で例えばこういうのはローズマリーとかもう何でも基本的には塩にできます。あとはこれはミネラルのバランスを変えて素材とか料理方法に合わせて塩の味形大きさをコントロールしてます。でこれはカルシウムが多いので白っぽく、でこれはカルシウム分が少なくてクリアな結晶になってます。これ全部食塩ですよね。そうです。食べれるんですよね。そうです。この辺がやっぱすごいですよね。そうですね。これはもう半年ぐらいかけて育てるんですけど、これはもう足音とかの振動でも崩れちゃうんですよ。だから静かに安静にさせておかないとこれだけ綺麗な結晶っていうのはできなくて、卒業制作みたいなもんなんですか？これだけ揃えられたらもう OK だみたいなことなんですか？でそれがなんですけど、田野谷円次郎の師匠っていうのが一切教えてくれないんですよ。円次郎さんが？そうなんですよ。ほう全く教えてくれない人で自分たち初日からもう何やっていいかわからないぐらいだったんですけど、なんとかこう円次郎さんに食らいつこうと思ってもう毎日こう円次郎さんに質問したり、チャンスがあれば円次郎さんのハウスにこうお客さんと一緒にこうどさくさに紛れて入って撮影したりして、なんとかこう食らいついてって円次郎さんがやってることをなんとなくこう理解していったというか、少しずつこうじゃないかああじゃないかって話し合いながらやってきたのはこれなんですよ。もう本当にそうですね、技術を盗んでスパイ的な。もう本当にもう盗撮しながら修行してたこういう理論とかも教えてくれないんで、自分たちでめちゃくちゃ文献調べて、へえ、すごいっすね。こういう資料とか全部自分たちで調べて、でもう身につけたって感じですね。で例えばこれはその修行時代に作ってきたデータなんですけど、データ、これが一つ一つ箱なんですよね。このハウスの中の箱になっていて、で箱のその塩分濃度とか気温とか湿度とかを毎日データ化をしていったんですよ。で1年目はこうデータをずっと取っていって、で2年目にそういうデータを使ってマニュアル化とか手順を作ろうと思って、2年目はそのある程度自分たちの方向性を作って塩を作ったんですよね。でも美味しくならないんですよ。データを使って室温とか水温とか湿度とか混ぜる回数とか塩分濃度とかをデータ化してこうじゃないかああじゃないかって作るんですけど、塩が美味しくならないんですよ、一向に。で2年目にかなりこう迷走して、どうしても美味しくならない、師匠のこの成果物があるわけじゃないですか、これに近づかないってなって、データをやめたんですよ、一切。感覚になったんですよ。で感覚の中でも重要視したのがまず見た目ですよね。塩の箱はもう結構真っ白の白い箱海水なんですけど、微妙に色合いが違うんですよ。グレーだったりちょっと青みがかったり、その微妙な色合いと、
あと香り、うん和食の方が言うにはちょっと麹みたいな香りがする。その香りの微妙な違い、はい、あとは手触り、ちょっとこう抵抗のその大きい少ないとか粒の大きさとかのその微妙な手触りとか、そういった感覚を大事にするようになったら味が一気に良くなったんですよ。ほでこのデータ、数値データより全然その感覚の方が扱える情報量っていうのが多いなっていうのに気づいたんですよね。う、うん微妙な色合いとか微妙な香りって結局データ化できないじゃないですか。はいはいはそれに気づいてから味がぐっと良くなったのは、おそらく塩次郎さんが適当にチャラチャラ混ぜればどうにかなるよって言ったのと、まあだいぶ近いというか、い。実際にこう適当にやった方がそのなんていうの、遊びの幅、その振れ幅ができるんで、逆にそれによって新しい展開が見えたりもしたんですよね。はい。なんでこう型にはまったマニュアルというよりかは自然に任せて自分たちの感覚でやった方が実はこう伸びしろもあったし、いいショーができるようになったんですよ。へだからそれがすごい面白くて、なんか逆説的というか、そうなんですよ、はちょっとこうアい。そうですね。ーティスティックな作り方の方が良くなるんですよね。へえ。でこれでやっちゃったらもう伸びしろがないというか、うんもう同じ塩しか作れないなってうんうん思うんですよ。うんなんでこうやっぱりこう飛躍する余地っていうのは残すにはやっぱり自然の感覚の中でやっていくのがいいのかなっていうところで、もうデータは今使ってなくて自分たちの体一つでやってる状況です。うん。その気づきがめちゃくちゃ大きかったってことですね。大きかったですね。あーそれに気づくのにやっぱり3年かかるなっていうのは身をもって実感しました。はあ1年とか2年じゃできないです。へえ。その瞬間やっぱちょっと来たぞみたいな手応えがやっぱすごいあったってことですか？ありました。それは何ですか？その自分が一はい番感じたのははい香りです。香り？ものすごく香りが変わったんですよ。はすごくいい香りがして、あ。はい。でそれが塩次郎さんのその師匠の塩の香りに近かったんですよね。へー自分たちとしては。はい。でそれで間違ってなかったと思いました。あーうんそこからその一旦ちょっと手応えをつかんで、師匠に味見とかしてもらうんですか？いやそこのなんていうかさ判断みたいのはそこはしてくれるんですか？師匠ははい正直一回も味見はしてくれなくて、師へー匠どうですかって言ったら、はい。ちょっと嗅ぐんですよ、香り。嗅ぐの香りなんですね。そうなんです。やっぱり香りで、はいあこれでいいんじゃない。へえ。舐めたりもなし。なしへーこれなら売れるよ。それだけです。へえ。ただまあそういったことはおっしゃってくれるんで、それは自信になって、まあいい。一番最初の、はい一番初めて作った塩を初塩っていうので初塩、はい。それを取っといてくれるんですよ塩次郎さんが。うわー、あ、初塩ってこういう字なんですね。そうそうです初めての塩じゃなくて。でこれはもう師匠が完全にこう認めて一番最初に作った塩だねっていうので作ってくれて。あ、尊いですね。そう聞くと。証明ですよね、これは。そうですそうです。これは絶対なくせないですね。そうですね。まあ縁起物っていうみたいで、そあのー塩職人の最初に作った塩っていうのはやっぱ取っといてもらえるみたいで、取っといた方がいいよっていうことで。塩ってやっぱその蒸発させればできちゃうんですけど、ね、その蒸発のさせ方とか工夫の仕方で全然変わるので、それにすごいやりがいを感じるというか。結構沖縄も塩のイメージあると思うんですけど、まあ、実は高知ももう天日塩、塩の中でも天日塩の、まあ、本当に王国だよね。天日塩王国。それはやっぱり日照量とか、はいその気温とかっていろいろな要素が相まってやっぱり完全天日に適している土地っていうのがまずあります。うんちょっとじゃあぜひそれをはい体感させてください。あどうぞ今からよろしくお願いします。はい、うわ熱いな。これは3頭。 3頭です。で基礎コンクリの木造のフィルムが F クリーンっていうもので、太陽光が 99% 以上透過するっていう特殊なフィルムを貼っています。失礼します。失礼します。熱っ熱っすげえ。やっぱサウナっすね。そうですね。っこれはちょっと想像以上ですね。てるので、一番暑いと60度超えますね。全然今涼しいなってぐらい。これで涼しいんですか？涼しいですね。めちゃくちゃ。 53、4度ぐらいですね今。あ、涼しいです。涼しいんですか？ちょっとおかしいっすね感覚が。
サウナとか感じないんじゃないですか、暑さ。あ、そうかもしれないです。あんまり日中はもう直射日光もあるので。日焼けもしますよね。あ、妻ははもううわ真っ黒っすね。これはそうですね、3ヶ月ぐらいちょうど経った状況の箱です。もう塩になってますね。そうですそうです。なんかすごい幻想的。綺麗な白色ですね、本当に深い白で、これを混ぜてあげることで塩の大きさとか形をコントロールしていきます。これもうコントロールモード入ってるんですね。入ってます。で日中暑い時は海水もやっぱりだいぶ暑くて50度ぐらいにはなってしまうんですよね。はい。ただ海水温も上げすぎてはいけないので、海水をですねちょっとこう入れたりしながら水温も調整していきます。まさにでも今この混ぜ方自体も感覚だけど、なんとなくご自身の中でちょっとこう完成形というかイメージしながら撫でてるみたいな感覚あるんですか。なのでもう塩によっては表面だけ混ぜたりっていうのもあります。これなんかは少し粒が大きいんですよね。はい。確かに。わあ、ジャリジャリ、ガリガリしてる。そうですね、これはちょっと大粒ですね。はいはいはい。粗塩。そうですね、1.5 ミリから2ミリぐらいなんですけど、このお塩は混ぜてしまうと成長が止まってしまうんですよ。なので混ぜるとしたら表面だけで塩分濃度を均一にする。どうしてもそのこう柱の影とか本当日の当たり方はどうしても違うので、はい。その自分がやりやすいところで塩っていうのを作ってます。3ヶ月かかるっていうのが蒸発させて終わりじゃないんですよ。はいあえて海水を継ぎ足して溶かすっていう作業もしたりとかしてて、それは普通の塩屋さんはやらないんですけど、あるタイミングで溶かすことで狙った塩を作るっていうのをやっています。なるほど。その分生産量下がっちゃうんですけど、もうこれは譲れないこだわりで。梅です。梅塩です。梅が入ってるんですか。そうです。梅を混ぜてる。これ湿気とかを戻したりして再結晶を繰り返すことで結晶の中に梅をこう閉じ込めていくっていう作業をしている最中ですね。再結晶を繰り返すことでちょっとずつ、これに限って言えば梅を結晶の中に抱き込んでいくんですよ。はあ、すごい表現だ。そうですね、それをやることで単純に混ぜただけじゃなくて塩の中に少しずつ梅が入るイメージですね。これは胡椒です。このもうつぶつぶ胡椒。そうです。胡椒塩。胡椒の今これ出汁を取ってる状況で、胡椒がこう染み出て真っ黒になってます。でこれをどんどん蒸発させていくことで、塩と胡椒がこう一体化していくんですけど、はい。まだあと 2,3 ヶ月ですかね。これはミルキークイーンを使った米塩です。ミルキークイーンのこう甘みが塩になっている。で、これも乾燥させてこう軽いパフパフクランチな食感なのが特徴ですね。ものによって違うと思うんですけど、平均してゼロから作り始めてこの箱の中で、リードタイムでいうとどれぐらいですか、平均。早いと1ヶ月で、時間がかかるものは3ヶ月とか4ヶ月とかですね。わあ、うわ、なんか雪みたいな。これはまだにがりが残ってる状態なので、はい。にがりをこう程よく切ってあげてサラサラのお塩に最終的には仕上げるんですけど。これで今どれぐらいですか、時間は。これでまず3ヶ月、ヶ月ぐらいやっぱり3ヶ3月ヶ月も経ってるんですね。経ってます。海水を継ぎ足し徐々に濃縮していくので。これはベーシックな商品ですか。そうです。これが一番自分たちが自信のあるベーシックの塩です。今どういう手の感覚を感じてますか、こうやって混ぜながら。こうやって混ぜながら、はい。そこにどうしてもカルシウムがちょっと溜まっちゃうんですね。はい。なので、このカルシウムがしっかりナトリウムの結晶の中に入るように優しく混ぜてあげます。でそうすることでこうしっかり細かいお塩になる。
イメージで混ぜてますね。まんべんなくこう均一にするみたいなやっぱイメージなんですか、このガーってやってるの。そうなんです。ミネラルっていうのはどうしても混ぜてあげないとこまめにはい。分離してっちゃうので、バランスよく美味しいお塩になるように。あと1ヶ月ぐらいでこれは商品化できます。本当になんか泡っぽいというか、そうですね。ふわで分かりづらいかもしれないんですけど、はい。天日塩って結晶が多角形なので太陽光をこう乱反射してキラキラ光るのが特徴なんですね。はい。あ、でも綺麗です。なんか美しいですね。そうですね。すごいなんか愛着というか、めでたい感じ。そうですね。ここまで来るのに本当に環境を守ったりいろいろな経験をさせてあげたりしないとここまで塩が育たないんですよ。もう生き物として扱ってきて本当に共に3ヶ月を過ごしたお塩ですね。いや本当まさにだから手塩にかけてるってそういうことですよね。そうですそうです。手に塩かかってます今そのまさにですよね。で塩ってこういろいろ実は変なこと言うようですけど記憶してるんですよ。自分たちがどういう経験をしたかっていうのを記憶していて、必要な経験をさせてあげないと美味しい塩にならない。例えば適度な湿度で少しずつ溶けたり、再結晶したりっていうのを繰り返したり、あとは適度に混ぜてあげたり、逆に少しこう放置してあげたり、夜はちゃんと寝かして、そういったことをしないといいお塩ってできないんですよ。生き物としてもう体調とか気分を見てあげるっていうことですね。子育てとかに もはやその領域ですよね、感覚としては。なので師匠からは塩作りっていうのは女性の方が向いてるって言われました。その母性というかなるほど、愛を持ってやろうと。はい、なので自分は2番手としてちょっと大将がいやもうすごい優しいんで次はにがりを。にがりっていうのは何ですか？にがりっていうのは塩の副産物で、はい、海水を濃縮する過程で最後にできる海水を濃縮した液体です。例えばですこれの液体の部分もある種にがりですか？そうですね。ある濃度までは寒水と呼ばれるもので、濃度が高くなっていくといわゆるにがりというものになります。血液とか体液のバランスに近いようなミネラル配分になるので。いろんなエッセンスが入ってるんですか？そうですね。もう地球上のありとあらゆるミネラル90種類ぐらいの濃縮されたエッセンスになります。自然の恵みが詰まった。そうですね。これがにがり。にがりちょっと舐めてみますか？いいですか？はい。うわー、うわちょうわ一撃必殺。これがマグネシウムの苦味って強烈で、水道刺激が強いです。すごい、いきなりガーンってきますね。でずっと苦さが残る。でもこれをなんか何時にこういう作業をするとかってあるんですか？一日の流れは。基本的に日が出てから日が落ちるまで1時間から2時間に1回365日というのが基本です。ただ天候とか季節によって混ぜる回数を減らしたり逆に増やしたりっていうのがあるので、もう張り付きです。じゃあもう休めないじゃないですか。旅行とか行けなくないですか？旅行は行ってないです。もう自分たち4年間1日も休み取ってないです。すごいお仕事だ。結婚してから来たんですけど、新婚旅行も行ってないです。うわでもかっこいいですね、それはそれで塩に夢中になって。だいぶハードコアですよね。ハードコアっすね。いやでもその愛とか熱中度合いがいい製品になるというか、いいお塩になるっていう。そうですね。本当にストイックにやらないと、いい塩はできないなとは感じていて、塩一粒取っても、今の話を聞いたものだと、お二人の顔が思い浮かんで、貴重なお塩なんだなっていうのをなんか学ばせていただきました。自分たちが通常作っている塩とは別に料理人の方から特別にこう依頼を受けて作り分けた塩になります。じゃあ全部オーダーメイドですか？そうです。これは。まず、一番最初にオーダーしていただいたのが高知の赤牛を取り扱っている三谷ミートさん。土佐の赤牛に合う赤身の
旨味をこう活かせるようなお塩を作ってくれないかっていうことで特別に作ったこちらお塩で、はい。カルシウムが多めで塩と塩をこう再結晶させて結合させてるんですけども、かなりこうそれがクランチな食感でほろってほどけるような甘みのある軽い食当たりのお塩になります。めちゃくちゃ粗い。後半追い込み型ですね。後からどんどん深まってくるというか、来た広がりがありますね、すごい。最初なんか食感が来て、その後にじとーって徐々にしょっぱい感じっていうか、うまみのあるしょっぱいエキスがやっぱ下にこう広がっていく感じ。こちらもお肉用に作ったもので、これは少し苦みが強いです。ビターって書いてますね。サイズ感もちょっとだけこっちの方が大きいですね。そうですね。ビターっていうのがなんか苦りの要素がちょっとあるというか。そうですね。これがお肉の脂とか水分とかに混じり合うんですよね。でもやっぱうまいですね。わかる。うまさがある。ちょっと一瞬にがりのトラウマを思い出したんですけどすぐ美味しい方に変わっててこれはちょっと酸味がある塩です。ちょっと期待です。僕酸っぱいの好きなんで。塩の酸ってこういう味覚なんだ。でもやっぱそう1番2番とやっぱ余韻が違う感じがします。一番でかいやつ。これ和牛。そうですね。うわ、なんかもうあられみたいな、結構まろやかに感じます。そうですね。これ塩同士の結合でこのサイズになってるんですよ。なので一つの単一の結晶じゃなくてくっついてこの大きさです。でそのくっついている結合部にカルシウムが入ってるんですよ。でカルシウムは甘みなのでだいぶマイルドになってます。マイルドっていうのはすごいわかります。で地鶏、この牛じゃなくて鶏用の。そうですね。かっこ秋田比内地鶏とかってことですか。そうです。比内地鶏です。爽やかというか、軽いですね。そうです。和食。これも気持ちいいですね、触ってて。後半伸びてくるですね、かなり。そうですね。これはミネラルっぽい。振り塩にするために天日で水分を飛ばしてます。なのでサラサラで。サラサラだけどすごいなんか凝縮されてる感じもします。串焼きをめちゃくちゃ今日塩摂取してる。まあでも暑いからね。夏だから汗かいたんで塩分取らないとですね。これちょっと、これもサイズ感にはすごいこだわった塩で、焼いた後にもその塩の粒感っていうのが残るように。塩麹。全然違う。サラサラ。塩麹を入れてる塩なんですか。塩麹に使う塩ですね。やっぱ後半伸びてくるんですね、この塩は。普通のお塩って多分口に入れた瞬間がしょっぱいってなると思うんですけど、もうこれはその口の中というか食材とかの水分で溶けた後にこう海のこう旨味が広がるっていうイメージで作ってるので、後半の伸びが全部やっぱり余韻系のお塩ですよね。でもこの塩麹は心地よい余韻ですね。なんか塩が残るっていうよりはなんかさーっと。おっしゃる通りで、これ苦味ですね。マグネシウムとかカリウム、酸味が多いんですよ、他のお塩より。でその苦味とか酸味っていうのは複雑さを出すのでまろみにつながるんですよね。苦味だけ舐めるともう強烈なんですけど、これが塩と合わさることによって奥行きが出るっていう。でそのマグネシウムとかカリウムが麹菌にプラスの影響を与えるんですよね。でお漬物とかでもよくこう浸透圧が上がってよりよく使ったり、いろんな作用があるんですよね。でそこのバランスを調整している。なるほど。変化球シリーズ。そうですね。梅ですね。梅の酸っぱい感じがします。これ美味しいですね。美味しいです。これ一番味として僕はやっぱ美味しい。なんかおつまみっぽい感じ。酸味がこうあって、あとやっぱ余韻が全部余韻がくるわ。2段階3段階のやっぱ味がしますね。そうですね。ストーリー性がすごいあるというか、味に。米ジョアレーのミルキークイーン。ミルキークイーン。名前からして甘そう。
もちろん塩っ気はあるんですけど、やっぱしょっぱいって感覚はないですね。丸いですね。なんかほっこりしますねこれ。ロースト2つは山椒と胡椒。相当細かいことやってますよ今。やっぱすごい大人な味っていうか、複雑。香りがちょっとやっぱ山椒がくるですね。おしゃれですねすごい。最後が胡椒塩。真っ黒だったやつですね。そう後半くるんだ。後半しびれてくるんだ。なるほど。最後にやっぱスパイスの感じがきたな。塩が溶けてそれで広がる。広がるですね。香りが広がるですね。こんだけの塩をコントロールしてるっていうのがすごいわかりますね。全部やっぱ味が違うし、見た目触った時の感じ、食べた時のファーストインパクトと、特にやっぱ後半のストーリーが全部違う。塩をお任せコースで食べたみたいな塩のフルコースを今ベーシックなものからすごい変わり種まで、こんな経験は、普通の寿司屋でもちろんできないですし、塩ってやっぱすごいんですね。でも答えないですよね。そうですね。無限大ですよね。そうですね。本当に料理人さんからのアイディアで自分たちも気づかないようなお塩ができるというか、本当にお互い協力し合って今作ってるような状況ですね。でもやっぱ和食系が多いですか今のところ。そうですね。和食、フレンチとか、あと鉄板焼きとか、そうですね。やっぱり日本の和食とやっぱり合うんですよ。日本で作る塩っていうのが。で、究極やっぱり皆さん塩だっておっしゃってくださる人が多くて、素材を最もシンプルに味わえる調味料として、なので塩にこだわってる人ってねすごいいっぱいいらっしゃって、その中でも自分たちは素材とか料理方法に合わせて塩を作りますよっていうので今頑張らせてもらってるところですね。でこれが製品のパッケージでこういう、ちょっとでもおしゃれですね。やっぱ高級感があるパッケージお金がなかったので自分たちでデザインして。でも素敵ですね。でここになんか特徴が書いてあるんですね。そうですね。裏にも書いてて。ぜひぜひ。やっぱり私たちも塩を使い分けると本当にお料理が変わるっていうのが一番最初の衝撃だったので、それを皆さんにも体験していただきたくて2種類にしてます。これは一般のEC とかでも買える。そうですね。一般の方向け。いいですね。この肉とか魚に向いてますとか、おにぎりとか野菜とか料理にするととかっていう、それぞれ用途がおすすめの用途が書いてある。これちなみに 100g それぞれ。そうです。おいくらなんですか？税込みで800円です。それやっぱ塩としては相当高いですよね。塩としては高いですね。ただ師匠が 100g4000 円以上なので。どうなるんですか今後田野谷白さんは。どういう生産者になっていかれたいとかあるんですか、塩職人として。そうですね。塩職人としてはやっぱり皆を驚かせるような塩を作りたいですね。なので調味料だけではなくて体に調和するなんていうんですかね、そういう存在でありたいというか塩が。なので新たな価値観というかそういったものを生み出せたらなと思ってます。田野谷志蘭さんとしてこだわってらっしゃるところとか、やっぱこういう人に使ってほしい食べてほしいみたいな、こだわり思いみたいなところをぜひ最後に聞かせていただきたいんですけど。そうですね。私たちとしてはやっぱり素材の味を最大限に生かせるお塩を作っているという思いがありまして、本当にいい素材、新鮮な食材といったものを探して常に体に気をつけたり美味しい料理を作られている方には私たちの塩はとても素材の味を引き立てるっていう意味ではとてもマッチングすると思うので、そういった方に使っていただきたいなというのは思っております。でもし本当に興味があって食べてみたい買ってみたいっていう方は、一般の方、料理人の方どうやったら試せますか？そうですね。私たちインスタの方で DM をいただいたり、あとメールとかも問い合わせフォームがありますので、そちらでお問い合わせいただければサンプルをお配りしてますので。
で一般の方もその田野屋シランって検索するとホームページがあって、はい、そこからもう直接 EC サイトみたいなので、そうですね、カートに入れて購入もできる。できます。発送も配送もしてくださってしてます。いやでもお二人本当にお忙しい中今日はありがとうございました。ありがとうございました。もう24時間365日塩とつきっきりっていうのが、結構印象的で、そんな中でいろいろ整えていただいてご案内いただいて本当に勉強になりました。やっぱ料理を整えるための一番原始的で、一番シンプルで、でも一番なんか深みというか無限の可能性があるみたいなところが、なんか今日感じれたのが、寿司を食べる側としても、シャリもそうですし、いろんなお醤油もそうですし、なんかすごく着眼点が深まる今日取材をさせていただいて、なんかめちゃくちゃ勉強になりました。はい、ありがとうございました。今日はまた今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。